次の紀元節、これも伊沢修司が作ったんですね。めくった裏側かな。この歌は、知ってる方がいらっしゃるかなと思うんですけど、左の下の方にありますよ、高橋清風っていう作詞をした方は薩摩藩士で、後男爵で、若い頃は大島に流されたりとか、今のセゴドンみたいですよね、流されたりとかした方ですね。この歌ご存知だった方、ご存知？なんか私も紀元節としては知らないんですけど、ね、あ、そうですか。じゃあお好きな歌でよかったです。あ、そうですね。これは建国記念日2月11日に歌を歌われたんですよね。でこの歌の替え歌なんですけれど、私の娘今33歳なので、その子がアニメを見てる頃だから25年ぐらい前ですかね。なんかのアニメで「きたきたおやじ」って春を呼ぶおじいさんみたいのがこのメロディーで違う歌詞なんですけど、なんか「春が来た来た春が来た」テレビで歌ってんのはなんか知ってるんですよね。だからなんかこうそういうところでちらっと使われてたりするんですね。でした。それで伊沢修司の後「狩り」というお歌があるんです。それは後でやります。で伊沢修司とメイソンとその音楽取り調べ係の作った音楽取り調べ係はちょこっと書いてあると思うんですけど、で音楽取り調べ係でこの教科書を作るわけですが、でここの本当この文章のこの紙はね、出さなくてもいいかなと口で喋ればって思っていたんですけど、日本人の名前って漢字がいろいろじゃないと、やっぱり喋っただけでは分かりにくいので、お名前を見ていただくためにちょっと文章を作ったようなところがあって、でそこにさっきお話ししたようなことが音楽取り調べ係がどういうふうに
ことをしてたかとか、それでその下の方に雅楽は芝藤常さんとさっきの末広さんで辻典介さん、奥野審査さんって、この方たちは全部宮内庁雅楽科の方ですね。で歌詞は里見正さん、加部巌さんとか鳥居誠さんとか、やっぱり学校の先生だったり学部にいた方ですね。それで皆さんで協議してやっとできたのが小学唱歌集です。で日本で最初にできた完成の教科書、やっと教科書ができて、でその中でやっとできたので、1年足らずで8000部ぐらい売れちゃって、で一応日本の音楽教育の礎を築くっていうんですか、そういうものです。